はい、どうも、ジャルです。今週も英語にプレイ配信を始めていきますということで、まだね、ちょっと咳が出るので、10時半開始の短縮バージョンで今週もやっていこうと思います。よろしくお願いします。サナモンさん、コンチャルはお大事になさってください。島流さん、コンチャルは、カミさん、コンチャルは、ということで、ありがとうございます。はい。ちょっとね、声が変なんですけども、なんか、咳がね、ちょっと残ってしまっていて、先週ね、ちょっとだけ、もしかしたら風邪かもなっていう症状はあったんですけど、なんか、ね、それだけじゃなく、ずっと咳がね、止まらなくて、なんか、実は咳コロナとか言われたんですけど、いや、咳コロナだったら困っちゃうんだけど、さすがにね、それはないと思うんですけどね。はい。全然元気で、咳だけ出て、喉がね、ちょっと、枯れてるかな、みたいなぐらいなんですけれども。はい。ということで、ゲームはね、普通にやっていってますということで。ホワイトロトスさん、コンジャルは、まだまだ辛い。中花も配信ありがとうございます。長谷川さん、こんばんは。はい。まあ、咳が出るだけなんでね、元気にやっていこうと思います。ちょっと、なるべくね、咳出そうな時は、ミュートにしようと思うんですけど、間に合わないことが多くて、はい、ちょっとね、お聞き苦しい点がね、あるかもしれないんですけども、ちょっとご容赦いただけたらと思います。マイコプラズマ、マイコも流行ってんのなんだっけな、なんか流行ってるって見かけたんだよな。まあまあ、いいやいいや。はい、ということで、今週はね、長期イベントがまた始まりましたねということで、みんな大好き資源の消費還元イベントが来たんですけれども、いや、まずね、もう何よりも言わなければいけない。久しぶりですよ。戦術研究来なかったですね。戦術研究っていうか、いつもね、この、消費還元イベント、大型の消費還元イベントが金曜日に来るんですけど、それと合わせてね、毎週金曜日は、あの戦術研究の消費還元か、装備製造の消費還元か、スーパー強化の消費還元。このね、どれかが来るんですよ。はい。基本的にね、来るはずだったんですけれども、久しぶりに来なくて、これね、去年もね、一時期すごく来なかったんですよ。去年ね、もう1月2月とかめちゃくちゃスルーされてて、特に戦術研究がね、ひたすらスルーされてたんですよ。はい。私ね、今回の戦術研究に合わせて、軍艦のね、まだ射撃とか一部ちょっと残ってるんで、この辺をね、終わらせる予定だったのに、計画が狂いましたね。でも、この巻物が、今私カツカツなので、消費還元以外はね、研究しないようにしてるので、これね、残念です。はい。なんで残念かっていうと、新オールスターシーズンが始まったからですね。はい。皆さんね、今週から、新オールスターシーズンということで、今回のね、コンスタ、いつものね、帯がついてますね。アルティメットウォーということで、やべえ、エッグ、割ってなかった。割れない、しゃなし。はい、コンスタがね、このアルティメットウォーの、帯がついているんですけれども、今回のね、コンスタは、次のね、オールスターの、切符になっていますということで、この辺ね、後で見ていこうと思います。かずきさんこんばんは。夏キングさんこんばんは。富山さんこんじゃるは。ということで、こんじゃんはのじゃんは、麻雀のじゃんかな。はい、ということでね。はい、その辺のね、イベントのところを見ていこうと思います。で、ということで、今ね、せっかく話題出したので、よいしょ。保存してあるかな。ちなみにね、シャロンですね。シャロンは、うちの、同盟はですね、エリートリーグの38人に、入りましたということで、リワードがね、いっぱいもらいました。重決の決勝、マジで嬉しい。はい、ルーンストーンもね、助かる。このね、ルーンストーンが来たおかげで、なんとか、今ね、豊臣秀吉急ピッチで育成していて、はい、4つ目のね、ところも、オレンジまで行きましたね。さすがにね、
金は厳しい。金は厳しい。部隊定員がね、4% 伸びるのはでかいんですけれども、さすがに厳しいですね。もうジェムも辛いし、はい、なんとかね、はい、この3つ目は、金にして、ね、部隊定員を6%増やし、かつ、このグランマスまでね、上げることができて、ということで、このね、豊臣秀吉だけで 12% ね、上げることができましたね。はい、ということで、そう、これもね、戦場に向けてね、急ピッチで、まあ、予定はしてたんですけど、育成中ですということで、まあ、ちょっとこのね、最後のこの天才にはね、しばらくならなそうなんですけども、引き続きね、ルーンかき集めたいなと思ってます。あつくみさん、コンジャルは100日関も流行ってるらしいです。あ、そうだ、100日関だ。そう、100日関って見かけたんだ。はい。らしいですね。やだなそう。100日関が流行ってて、それではというのも言われました、そういえば。はい。ということで、シャロンが、まあ、終わりましたということで、シャロンがね、終わったらね、これいつも通りですね。シャロンが終わったら、あれが来るんですよ。あれが来るんですよって言って来ないけど。ないけど、ないけど、ないけど。あ、なんかお知らせ消えちゃってるんだけど。消えちゃってる気がする。おかしいな決勝戦リストとかでしょうん。お知らせがね、なんか、見当たらなくなってるんですけども、まあ、いいや。いいや。はい。まあ、新オールスターシーズンがね、始まりましたということで、まあ、ここ見ればあるんで、オールスター戦場シーズン15ということでね、ですね。はい。また、400位以内、400位以内がメジャー。で、400位から8位まで、800位までがエリート、801位から1200位までがジュニアということで、また新しいね、オールスター戦場シーズンが始まりましたということで、はい、こちらね、うちのサーバーは輝きの星大陸ですね。前回と同じですが、はい、こちらのね、はい、オールスター戦場シーズンが、始まってまいりましたということで、私はね、かねてから言っていた通り、今ね、新しい同盟 TAS っていうね、新しい同盟も何も前のね、赤い翼を目指して頑張っていた時、私がね、メジャーに参加することができた時と同じ同盟ですね。同じ同盟、同じメンバーで今集まってます。ということで、はい、日本人メンバーでね、今集まって、敵が、はい、また、今回は、りょうさんをね、メジャーリーグに行ってもらおうと、赤い翼を狙ってもらおうというところで、私はね、サポート役で今、参加してますということで、今ね、移籍をしています。はい。ちなみに、今週のコンスタの参加申し込みって、土曜日の14時締め切り。だから13時59分までにエントリーすればいいので、まだね、ギリギリ間に合います、移籍しても。はい。水曜日の、12時ぐらいまでには移籍する必要があるかな。そしたら、72時間経過するんで、サイン、えー登録することがね、できるようになります。本当に72時間経過するまでは選ぶことができないんで気をつけてほしいんですけれども、はい。まだね、これから移動するよって人もまだギリギリね、間に合いますというところだけお伝えしておきます。はい。ということで、今ね、同盟橋を立てようとしてるんですけど、20人いないんで、立たないですね。メルゴックさん、ボンジョルノ。ボンジョルノ、ジョルノです。ジョジョが浮かんじゃう。あさつきさん、こんじゃるわ。富山さん、他チャンネルの話は恐縮ですが、視聴リワードがまだ来てないような。あ、来てないですね。なんか、それはダーマスさんかなが、X でも投稿されてましたけども、やっぱりなんか来てなさそうなので、多分確認してくださるんじゃないですかね。アニコさん、コンジャルはお大事になさってください。ありがとうございます。先にポチッとしてくれた。あ、富山さんもありがとうございます。はい、よかったらね、気づいた時に高評価していただけると
ありがたいですということで。そうですね。私も、まあ私ね、そもそも予選と準決勝のやつはリアルタイムで見に行ってないんで、特に投稿してないんでね、決勝だけリアルタイムで見ることができたので投稿しましたけれども、ただそう、予選はね、まだもらってないみたいな、配られてなさそうっていうのはね、見かけましたね。はい。で、まあ、オールスター、が、ありますよということなので、はい、このコンスタですね、はい、私もね、昨日移動したばっかりなので、まだね、この参加条件が満たしてないんですけど、まあ、72時間ね、3日以上経過したら、参加できるようになるので、はい、これね、金曜日には、ちゃんとね、エントリーできるようになるかなと思ってます。まあ、だからこそね、明日のガウガメラはね、参加できないんですけれどもね、はい。ということで、シーズン89のコンスター、オールスターはシーズン15というところで、今回もですね、うちの同盟は、スロット3ですね。22時0時、はい、日本人に優しい時間帯で参加していこうと思いますということで、まあ多分ね、この枠って日本人同盟と当たることがね、多いんじゃないかなと予想しているので、もし当たった時にはお手柔らかにお願いしますというところで。はい。まあ、私はね、計38で大したことがないんですけども、はい、今回ね、メジャーを目指しているりょうさんはもう計40ですし、デュークさんも計41ですし、ということで、まあ、ハイパー強強のね、方たちがいるんで、はい。微力ながら微力ながら私も、まあ、指示とか出すかな、みたいなね、そんな感じでございます。はい。ちなみに、あれ、ログ残ってるかな。私のシージはね、前回メジャー参加した時には、なくなってた。なくなってたよ。まあ、今遠征すりゃいいのか。はい。バフなしで遠征分殴ればいいよね。はい。今ね、グンサーとイシュトバーン王子をね、やってるんですけれども、はい。はい、負けるからいい。はい、戻る。はい。バフチェックがね、しやすくていいですよね。はい。工場兵器のバフが前回参加した時は多分1100ぐらいだったんですけども、なんとか1300ぐらいまで上げましたと。まあ、ここにね、1時間バフとかで1320だったりとか、ちょっと上がるんですけれども、実はもうちょいルーンとかで上げようと思えば上がるんですけれども、まあ、ちょっとね、ルーンがちょっとしんどいのと、グンサーとね、心中しない可能性があるので、ここね、悩んでるんですよね。グンサー多分ね、まだ開けてないんだよね。そう、まだオレンジなんですよ。まだね、もうちょっとね、上げる余地があるんですけれども、グンサーね、制約が満たしてないんですよ。はい、持ってなくて。ちょっと待ってよ。カール大帝持ってたのなんでなくなってんだ。カール大帝、私、捨てた気がする。やば。道理で。この前、カール大帝って何も使ってないよなって捨てたけど、捨てちゃダメだったじゃん。バカでカール大帝を急ぎ育てます。モッカさん、コンジャルは、喉大臣ありがとうございます。ナツキングさん、マッチングします。もうナツキングさんに当たったら負けるから絶対嫌だなはい、戦力20尾ぐらいにはしないようにお願いします。タヤさん、同じくマッチングしても勝てる気がしない。いやー、そう、まあちょっとね、マッチングは、まずね、戦力調整が大事で、そのサインアップするときのね、戦力が大事で、ギリギリね、ボーダーを超えるところを狙っていきたいかなと思って、うちの同盟はおそらくね、20前後で、登録しようかなって思ってます。ていうか、俺、グンサーの件すごいショックなんだけど、そうだ、忘れてた。なんかカール、寝ぼけて除隊しちゃったけど、カール除隊しちゃダメじゃん。ひどい。これはひどい。土曜日までに急いで作り出そうと思います。島田さん当たりそう当たりませんよね。本当に。いや、この時期はそうなんですよ。結局ね、10時って、マジで日本人同盟多いので、危ないですよね。普通に危ないと思います。特にね、第一線で当たるのは辛いですよね。ちょっと、
ね、そういうのだけはね、避けたいですね。いや、今気づいてよかった、マジで。なんだよ、軍曹弱くなっとるやん。危な。危な、危な、危な、危な。まあでもね、どっちみち、ちょっと軍曹かって悩んでいるところはあって、これね、私この前、聞いたんですけど、クリスティーナいや、クリスティーナもね、グスタフさえ引けば、私このフリック持ってないんですけど、フリックはね、美食イベントを頑張れば取れるはずなんですけど、まあ今回も別にそんなに頑張ってないので、そう、グスタフを解放して、ね、この辺を、ね、上げると頑張れるんですけど、こいつもね、結局、4段目しか解放できないので、部隊定員がね、増える、まだ軍さんの方がいいかなとは思ってるんですよね。まずレベル上げからまたやんなきゃいけないしね。いやー、この辺がね、めちゃくちゃめんどくさくて難しくて。はい。工場兵器のね、いい将軍を引きたいんですけれども、なかなかなくて。いやー、ちょっと、カールショック、今気づいてよかった。マジで危ねえ。っていうか、今のうちに出しとこう。やばいって、やばいって。いや、ほんとさ、逆引き機能をつけてほしいですよね。この将軍は制約の解放に一役買ってるけど、本当に捨てていいんかいって言ってほしいよね。もうさ、使わない将軍捨てないともう枠が全然なくて、泣く泣く、いや、カール大帝別に泣いてないや。カール大帝邪魔だなって捨てたわ。はい。泣く泣くでした。はい。泣く泣く捨てたんですけど、まさかこんなことになるだなんて、カールおじさんどこよ。カールおじさんが見当たりません。悲しいなぁ。メロックさん、あれってどのぐらい敷地なんでしょうかね。攻撃特化ですよね、クロニア。あ、そうなんだ。彼女攻撃特化なんですか？攻撃する際に。いやーもう彼女乗り換えようかな。どうしようかな。いや、これもう考えます。一回考えよう。もう配信中にやるのやめよう。肌感覚的に 25B から 30B くらいが跳ね上がるボーダーな感じがしてますね。あ、はい、そうですね。てかもう 25B を超えちゃう、登録 25B を超えちゃうと、化け物が来る率が上がるので、ちょっと25は差し掛かりたくないんですよね。でもかといって、19B とか 18B とかで登録すると、今度相手も、そんなにその戦力がないせいで、ポイントが稼げない。ある程度、城のね、コンスタ城とかの占領ポイントだけじゃなくて、ちゃんと削ったポイントもね、必要になってくるので、そこが難しいんですね。相手にもある程度の戦力を求めなきゃいけないっていうので、このね、登録がすごく難しいところなんですよね。制約で将軍の枠がカツカツになってます。いや、そうなんですよ。本当に、今もう125分の123で、はい。今までね、ジョン・ビフォードさんは思い出補正で残してたんですけど、もう捨てましたね。はい。あと資源、こいつのね、果汁が多いっていうアミール・ティムール、なんかなんとなく残したいんだけど、彼もそろそろ解雇要員ですね。はい。もう何回も行けばよくねってなりそうです、そろそろ。はい。まあ、そもそもね、なんだろう、こんなに荷重を駆使するほど、相手の城からね、強奪するっていうことを私しないので、多分する機会がないので、アミール・ティムールさんもね、そろそろいなくなりそうですね。はい、あとクレオパトラ。クレオパトラね、まだギリギリね、私バイバルスが4体しかいないから、たまにクレオパトラ使うんですけど、これいらないんじゃないか説がやっぱ一応あるので、このね、ちょっとね、悩ましいですね。っていうことで、ほんとね、将軍枠が当たらなくて、今ね、実は K39 に着工してるんですよ。まあこれはね、実はもう何も、これまでの配信で喋っていた通り、まあ予定通りね、今回の資源還元で K39 着手したんですけど、そう、白レベルが上がるとね、将軍を持てる補助枠がね、上がるので、もうこれをね、本当に、
楽しみに期待してます。はい、これどんぐらい増えんだろうね、書いてないんですよね。書いてないんですけど、はい、この将軍枠がね、確か増えるはずなので、頼むぜって思ってます。メルコックさん、八百長というかプロレスした方がいい気もしてきた。なんというか、3戦目とか4戦目で当たるときって、もう一方が全く、目がないときって、むしろお互いで回復し合った方が、ね、両方ともポイントが跳ね上がるので、ワンチャンが生まれるので、同じ日本人同士当たったときは、ちょっとね、あんまりあかれさまな八百長はちょっとあれかと思いますけれども、なんかちょっと、最後に一勝負しようみたいな、そういうのはね、ありかもしれないですね。はい。もうせっかくなんで、ちょっと花火あげましょうよって。ね、やるのも、ワンチャンありなんじゃないかなって思ったりしなくもないですね。新しい人は広域技能書いけるらしいです。何あれ、軍差つかないんでしたっけ？ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。軍差は、軍差は、工場兵器の攻撃がつけられない。そうでもない？なんか、もう持ってますっていうの、どうやって出るんだっけ？怖いな。やめよう。彼女は彼女はつけられる。工場兵器の攻撃。つきますね。でも、軍サーセットって私、有効になってんじゃないかな。なってないのか。なってない。攻撃つくね。つくね。そう、軍サーはつかないから私外してるんだ。そうだ。なるほど。なるほど。いや、乗り換えワンチャンあるな。乗り換えワンチャンあるな。いや、ありがとうございます。これね、後で、達成可能な制約数とかとちょっと勘案して、一番ポイントがね、伸びる組み合わせにしようかなと思います。ちょうどね、まだ、軍隊の招集の将軍強化まだ全然やってなくて、はい、あとね、レベリングとかも明日とかやろうかなと思ってたんで、ちょうどいいんですよね。頑張ろう。め、め、メルコックス、花火、インゴで攻める。そうそう、花火ね。ちょっと花火あげるのどうすかっつって。田山さん、来週か再来週で同盟ボスのポイント3300円貯まりそうです。前回失敗したので、そうそう当たった。おめでとうございます。いいですね。3300ポイント。私もね、3300ポイント貯まってね、まだ高麗装備がね、ゲットできてないんですけれども、はい。前回はね、私はフリーダムヒーローアーマーでした。はい、3300。楽しみですよね。そうだ、今回ね、同盟移動したこともあってね、新しい同盟ではね、同盟ボスの活躍度を満たしてないので、はい、やれてないんですよね。はい、ちなみに私は今885なんで、まだしばらく無理ですね。4ヶ月ぐらいできないかと思います。夏金さん、資源還元なのに60美ずつ貯めるのはきつくて、まだ未着手。60美ずつ。もうなんか 35B なんて一瞬ですね。はい。ちなみに私はね、今回、なんか宝箱が。食料の20尾はもう達成済みなんですけど、木、石、鉄、これら辺はね、35尾ずつ達成を目指そうかなと思っていて、ついにね、兵を増やそうとしています。もともとね、この BOC のタイミングまでに、3B に乗せようと思っていたところなので、今回のタイミングでね、3B にしようかなっていうふうに思ってます。島柳さん、基本バフタイプは攻撃つけれない将軍が多いですが、新しい人は攻撃つけれます。そう。そう、確かにそう、なんか攻撃タイプのやつってつけられないんですけど、そうなんですね。いいじゃないですか、クリスティーナ。クリスティーナよ、お前に間違いねえ。
彼女だったら、フリックワンチャンあるもんな。へえ。これ増援するサインだけちょっと言われたけど。一番の問題ね、制約のね、この石が足らないんですよね。これ本当に悩ましい問題。ちなみにね、もう、ホザの一晩王子もね、トーキラが持ってないんで、ちょっと残念なことになってるんですけど、まあ、彼もね、部隊定員アップがついてるんでね、まあ、彼は不動かなと。アタッカーのね、軍サーだけ変える余地があるかなと思ってたんですけど、これはね、クリスティーナに行きそうですね。マジ 60B ずつとか意味わかんないですよね。あと 10B ずつ1週間。1週間であと 10B か。死ぬほどモンスターハントですね。高レベルモンスターハント。まあ、夏木さん、あさってからイオミル来るらしいんで。イオミル来るらしいんで。寝ずに寝ずに2日間頑張るとやばい同盟なら行くって聞くような気がします。はい。ということで、まあ、そう、オールスターね、もともと、前回のオールスターの終了で課題がね、工場兵器かなと思ってましたと。工場兵器を上げることで、相手のね、城を、まあ、速やかに、まあ、工場兵器で一回、相手の指示吹っ飛ばした後、射撃でぶっ潰すっていうことが可能だなというところで、まあ、工場兵器が課題だったので、まあ、ある程度ね、上がりましたと。はい。まあ、軍隊よりもね、もし、クリスティーナが上がりようであれば、ちょっとこっちもね、上げようかなということで、また明日ね、レベリング頑張っていこうかなと思うんですけれども、はい。ということで、一応ね、予定していたところは、課題はね、ほぼ満たして、あと、射撃ですね。射撃も、よいしょ。もうこの遠征がね、確認がしやすくていいですよね。はい、終了、終了。はい。射撃のバフも今1810%ありますということで、これレイドバフだともっと上がるので、はい。パーセントバフ、時間バフをつけてない状態で1810でしょ。で、まあ、それつけて1830、レイドバフだったらもうちょい上がります。ということなので、多分ね、まあ、1900はいかないと思うんですけれども、まあまあまあ、それなりに、レイド、射撃のね、バフも上がってきたかなというところで、はい。前回のね、12月の時よりは、結構成長してきたのと、一番重要なのはね、前回と違って、さっき一番最初に見せた、この、はい、豊臣秀吉ですね。豊臣秀吉を挙げたことで、部隊定員がね、12%アップしていますと。で、さらに、まあ、この辺とかね、体感者の泉とかね、まあ、体感者の泉はね、まあ、相手も同じなんで、まあ、あんまり差にはなってないかもしれないですけど、まあ、結構、まあ、やれる準備はしてきたかなと。まあ、本当は今回のタイミングで軍権でこの伏兵をね、上げ切るつもりだったんですけれども、まあまあもうしょうがない。来なかった。残念です。はい。あと9%上がるはずだったんだけどな、HP。はい。まあそこはいいでしょう。ということで、一旦ね、やれる準備はしてきたかなというところで、まあ今週からのね、コンスタは、今回のね、集まったメンバーでディスコードでね、通話しながら、頑張っていこうかなと思っております。富山さん、あとは生産バフを最終コインで上げるしかないかな。まあそうですね。そうですね。ちなみに私はもう、これね、もう建設はもうレベル10にして、はい、資源の生産力もレベル10にして、今は、急いでゼウスをね、上げてるところですね。明日、まあ、24個手に入って28で上げらんないけれども、あさって、しあさってには、またレベルが上がるだろうから、はい、BOC までね、この全兵士の攻撃力と行軍速度、ギリギリまで上げることができそうですね。よしよし。いやー、そう、またね、来てくれてよかったですね、このレンジャー騎士団。本当にね、ご褒美イベント。これ、見ましたお知らせ。このお知らせ残ってるかな。
このお知らせ残ってるかしら。グローリーアリーナイベント。はい、これなんでわざわざね、まあ、いつもあるか。なんかあんまり、こんなピックアップするほどのイベントかなって感じだったんだけれども。なんか、バージョンアップ云々とかのやつも、あった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 、これ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 。レンジャー騎士団イベント調整のお知らせということで、はい、レンジャー騎士団のイベントですね。はい、これね、絶対に文句がいっぱいあったんですよ。はい、これスマホ版だったらいいねしたはずなんだけど。はい、前回までのレンジャー騎士団イベントって、略奪されると、グローリーバッジと採取コインが奪われ、もう、獲得できなくなっちゃったんですよ。はい。奪った方は別にグローリーバッジも最終コインも手に入らないんだけれども、はい。奪われた方は、まあ、当然ゲットできませんということで、これかなりえぐいイベントですねっていうのを、あのー先々週のね、配信でも、話をしていたんですけれども、これ、はい。これはね、改良ですね。はい。多分、本当に、めちゃくちゃ文句が出たんだと思います。これはね、すごく悪意のある仕様だったので、はい。ね、略奪、大したアイテムがもらえないのに、めちゃくちゃ相手に恨まれるから、略奪しない方がいいよっていうのを呼びかけていたんですけど、まあ、これでちょっと略奪しやすくなりましたね。はい。まあ、略奪は計画的にって感じなんですけど、私はしません。めんどくさいから。はい。ただ、そう、略奪されたも、このね、祭祀コインやグローリーバッジが、グローリーのかけら。もうグローリーバッジのかけらはもうぶっちゃけどうでもいいですよね。祭祀コインです、祭祀コイン。祭祀コインがね、なくならなくなったんで。はい。前回ね、私、何回か奪われたんですけども、まあ、今回はね、安心して、お酒を飲んで忘れても、まあ、最悪、祭祀コインだけはね、手に入るということで、安心してお酒が飲めるかなと思います。ヒカさん、コンジャルはグローリーアリーナ、弓だけ何回うまくいかないんですけど、どの方法がいいですか？いやー、グローリーアリーナ難しいですよね。ちょっとね、私もわからないです。なんか、相手とそんなに強さ変わらない気がするのに負けてたりとかして、構成の違いなのかもしれないんですけれども、でも構成も結局、他の兵種ってマックスで1万しか入れらんないじゃないですか。だからね、この T14、T13、T12 の割合だとか、そこのこだわりなのかわからないですけれども、なんか、そう、私もね、弓勝てそうなのに勝てなかったりとかして、そう、これね、ぜひ、この配信を見てるね、有識者の方には、あの、ぜひぜひ、私も教えてほしい。グローリーアリーナ。てか、ヒカさんって、めっちゃ弓特化だけれども、それでもうまくいかないなんですね。意外です。まあ、化け物たちにはね、なかなか勝てないっていうのは、例えば T15 を持ってる人とかにはね、物理的に勝てるわけがないっていうのはあるかもしれないですけど、そうじゃない相手には、なんか勝てそうな気もするのに、負けて、ちょっと不思議なんですよね。ログが出ないから、乱数で負けてるとかだったらね、いいんですけれども、悩ましい。個人的な意見ですが、攻撃時に最上位厚くすると縦になってしまう感じがします。最上位尽くしてバフ700近く違うの。バフ700近くバフって言っちゃった。バフ700%違うのに勝てなくてはやばいな。そう、多分レイヤー1万、そう、なんかもう結局、関係ない兵士のレイヤーも1万にした方がいい説ありますが、そこもどうなんだろうな。部隊定員数、変わんねえもんな。レイヤーは1万です。一緒だ、一緒だ。なんでなんだろう。防衛と攻撃で勝敗が変わったりするのは、弓工場兵器では先行、歩兵騎兵では高校スタートなどが関係していると勝手に考察しています。まあ、そうですね。
防御側と攻撃側で、確かね、ターンの順番ありますよね。私、どっかにメモしてあるんですけど、空では覚えてないんですが。はい。攻撃しに行くときはね、後衛部隊は先に攻撃するみたいなのがあった気がしますけれども。そう、これ、バフが700%違うのに、勝てないのは納得いかないですね。なんかもう、なんか乱数とかも超えてる次元な気がする。最上位厚くすると縦になってしまうか。どうなんだろう。でも結局、あんまり同じ相手と殴ってると、うちのサーバー、グローリアリーナもめんどくさくて、なんかあんまりむやみに他同盟攻撃してると、まあ、自分たちの同盟を攻撃しててもなんかもう文句が出るし、なんかね、ほんとめんどくさいんだよな。だるいイベントだなと思いつつ、これのね、最適化はマジでわからないですね。あ、なんか、マウスが、復活した、復活した。ちょうど咳が出たので、水を飲ませてもらって。はい、なんだっけ。はい、レンジャー記事だね。略奪されなくなったね。よかったなというところです。ということで、まあ、レンジャー記事団のね、イベントは、過去の配信でね、結構詳しく喋ったので、まあ、今回はいいかなというところで、前回のね、配信では、推測でしか喋れなかったんですけど、この更新チケットですね。はい、更新チケットが、2枚で1個分のクエストに対応していて、例えば、1、2、3、4、5、6。デフォルトで6個のね、このクエストの枠があるんですけど、この6個すべてが、紫、違う、オレンジじゃない時ですね。このチケットが12枚あると、6クエスト ×2。12枚あると、スーパーリフレッシュがこのチケットだけでね、あの、やれるようになります。はい。1個すでにオレンジがあるよっていう時、残り5個のクエストの時には10枚。という形で、そのスーパーリフレッシュとね、条件、通常はジャムなんですけれども、クエスト ×2 のこのチケットを持っている場合は、このチケットだけでね、やれるということが確認できました。はい。実はね、昨日それをやったからもうチケットガッてなくなっちゃってるんですけれども。はい。ということで、このね、スーパーリフレッシュは、うまく、やっていくのがいいかなと。ただ、一気に全部やるよりもね、なんか、毎日ちょこちょこっと回して、意外にオレンジ出るので、気をつけてほしいのは、オレンジ出てる時にクエスト回すと、オレンジ消えるので、オレンジじゃないやつだけ、ぐるぐるするんじゃなくて、オレンジも含めてぐるぐるしちゃうので、オレンジが出たらもう派遣する。で、残りはリフレッシュするとかでやって、ちょっとずつの残してって、最後はね、スーパーリフレッシュをこのチケットだけでやるっていうのがね、おすすめな感じがしますかね。はい。まだこのね、ご褒美イベント、今日分はね、皆さん終わってるかなと思うんですけど、まだ6日間もあるので、6、4、24? 24と多分1回これが、もらえるかなぐらいなんで、36ですかね。36は最終コインもらえるかな。何言ってんだ。6×24 だから120以上か。はい。150ぐらい、最終コインがね、まだもらえると思いますので、はい。しっかりね、この体感者の泉を上げていきたいなと思います。神さん、そうなんですよ。あれ、全く別のサーバーか、もしくは NPC にしてほしいです。そう。サーバー内だるいですよね。いや、サーバー内でね、いざこざが起きてほしいから、ああいう仕様なんだなっていうのは理解したまま、そうすると、なんというか、あんまりプレイしないのが正解だなってなっちゃってもうめんどくさいですよね。北山さん、そういえば今日の昼頃エボニーが重くて赤 Wi-Fi と黄色のくるくるが出てるやつ何かやってるのかな。私も結構赤 Wi-Fi になってだるかったですね。で、そういった投稿もね、いろいろ見かけましたね。な、なんか、あの
シャロンだとか、オールスターだとか、そういう集中する時間帯ならわかるんですけど、ちょっと意味がわからないけど、なんか、エボニーのサーバーがね、ダウンしてたんですかね。はい、今日はね、調子悪かったですね。本野さん、こんばんは。グローリーアリーナで質問です。レイヤー1番で最上位マックスにすれば、一番効果が得られますかね？それとも、普段の PVP のように分散した方が良いですか？これは、そう、私はね、わからなくて、最近、そう、初版の需要でグローリーアリーナ、なんか、めんどくさいザコザが起きるから、あんまりプレイしてないので、ぜひ、ガチ勢の皆さんね、コメントしていただけたらなって思いますね。島流さん、そんなことでイチャモンをつける人がいるんですか？うちのサーバー、レンジャー騎士団で略奪して燃やされる人いますからね。いや、そう、めんどくさいんですよ。はい、ちなみに、はい、ある方、うちのサーバーのある方は、自分のね、同盟の人を攻撃しまくっていて、R5 に怒られて、それでも攻撃したせいで、同盟を蹴られたっていう人を知ってますね。はい。まあ、そんなサーバーなんですよ。サーバーなんですよ。まあ、なんていうかね、一番強い人とか、なんかそういう、一番強い同盟とか、なんかそういう色によってね、変わりますよね。富山さん、コンテストなら問題ないのに。はい。ちなみに、皆さんのサーバーはどうですかね？この凱旋門あるじゃないですか。凱旋門の、この花。はい。この花にルールあったりします？うちのサーバーはですね、他の同盟に花を送るなってなってるんですよ。そうすると怒られたりとか、まあ、イチャモンがね、つけられるんですよ。皆さんのサーバーどうですかね？大丈夫ですかね？はい。うちのサーバーも非常にめんどくさくて、はい。いろんな同盟で、他の同盟の人には花を送るなっていうルールが書かれてるんですよ。やばいですよね。やばいですよね。もう個人の自由じゃないですか、そんなの。この花の記録をわざわざチェックして、これをね、ここに送っていたみたいなことを密告する人がいるんですよ。マジでマジで受けますよね。っていう、まあ正直ね、もうこれはね、もうね、オブラートには包めない。クソダルサーバーなのでもう、安牌を切るしかないんですよ。はい、もうこれもね、私も分かりやすいですね。もう自分に送っとけば間違いないんで。はい。自分の同盟の人と、もう自分に送っとけばいいんでひたすら自分に送ってますね、これね。はい。この花の記録をチェックして、ここの人になんで送ってるんだっていう文句を言って、で、なんか攻撃のね、対象になったりとかするんですよ。やばいですよね。激アツですよね。マジで。ほんまね、行かれたサーバーやなって思うんですけど。いや、まあまあ、そういうね、サーバーもあるんですよ、というね、もうやめましょう。まあなんかもう別にいいことないんで、こんな話しても。はい。さあ、なんかもういっぱい喋ってたら、魔境だ、何そのルール。私のサーバーでは他の同盟を燃やさないしかルールないですよ。私のサーバーはまあそもそもね、戦争状態で、すぐ喧嘩が勃発するんで、特に何もないです。花で何かがあるわけではない。いや、本当ですよね。花で何かあるわけないですよね。はい。いや、チェックする人いるんでいるんですよ。綾野空さん、敵となり合うのはみたいな感じ。いや、そうなのかもしれないね。いや、まあなんかわかんない。嫉妬深いのかもしれないです。ヒカさん、花の記録なんてチェックしてるのかね。本当ですよね。本当ですよね。いや、しかも、この凱旋門の花の記録って、結構頻繁にチェックしないと別にログ溜まってないんですよ。これね。あのーあんまり遡れないんで。で、ここで、でも、誰々に送ってたなんていうのが気づけるっていうことは、
これもう頻繁に見ないと気づきようがないので、頻繁に見てる人がいるんですよ。もうほんと暇なやつがいるなっていう感じで。うちは一強なんで問題なし。少ない人に入れてます。あ、そう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 。私もね、前まではそうだったんですよね。もう単純に、もう多い人は別にみんな送るからええやろってなって、数少ない人とか、この人頑張ってるなっていう人に、もう単純になんとなくの行為で入れてたんですけど、もうそれさえできないですね、今はね。説教すると快楽物質が分泌されるとかそういうやつなのか。はい、まあまあ、ちょっと、ね、早くマジしないかなって思ってます。うちのサバマジしてほしいなって。あ、見逃してた。神さん、私はレイヤー1万最上位モリモリでやってます。攻撃時はバフや将軍見ても大体順当な勝敗ついてる気がします。ただ防衛時なんでこの人に負けるのっていうのがよくありますね。はい。グローリーアリーナなぁ今、結果どうだろう。あ、なんか、PC からは初めて見るから、こんななるんだ。はい。まあ、K42、K44 でしょ。負けるに決まってるとこに負けてるから、なんか参考にはならねえな。単純にね、部隊定員数でも負けてるんでね。てか、あれだ。射撃。射撃ならワンチャンありそうなんだけどな。私の方がね、1660で防御も HP も高いのに、射撃負けてるんだよな。デバフも、まあデバフは若干相手の方が、こっちの方が攻撃が削ってんな。でも若干相手の方が上な感じはある。うーん。なんだろう、こんなに差がついて負ける気がしないレポートなんだよな、やっぱり。なんかあるんでしょうけど、まあ単純に部隊定員数があんまり変わりがないのに戦力が多いっていうことは、多分私よりも上位レイヤーが多いんだな。はい。もうこの辺はね、参考にならないんですよね。もうそもそもね、部隊のね、規模が全然違うので、7.5M とかもう2倍以上あるんで、で、ね、射撃のバフが3200%とか言ってるんで、こんなん赤子の手をひねるかのごとくっていう感じで、はい。あの、参考にさえならないんですけれども、K40 のアビにはワンチャン勝てそうな気がするんだよな。これで負けるのは構成の違いな気がする。はい。私 K38 だけど、多分 K38 の中では仕上がってる方なんで、で、アビは K40 になったばかりのはずなので、そこまで多大な差があるわけではないはずなんですよね。ここで負けたのはね、なんとかなるかなっていうので気になりますね。そもそも攻撃のバフ勝ってんもんな。これちょっと悔しいな。この辺難しい。はい。グローリーアリーナはちょっとね、私もあまり分かってなくて、で、最近はそう、その他もろもろのうちのサーバーの特殊事情もあって、なんかあんまりはっちゃけて、なんか喧嘩売られるのもだりーなーっていうので、やれてないので、何かね、はい、皆さん、アーカイブをね、見てくださってる方でも、もし、可能な範囲でコメントができそうであればね、こうすると良かったですよ、みたいなね、情報を共有いただけるとありがたいです。やばい。なんか、こんな、うちのサーバーの特殊事情の話していたら、気づいたらもう50分も経っちゃう。やべえ。ちょっと水飲もう。水どころか、のど飴を装備しました。はい。ちなみにうちのサーバーね、きっとマージしないんじゃないかなって思ってるんですよね。はい。以前、もうちょっと話題に出した、たまたまね、画面開くことができたので、開いてますが、このサーバーギフト、この壁のところにね、1時間に1回サーバーギフトもらえるじゃないですかと。このサーバーギフトレベルで、このサーバー全体の、課金ですよね。ストアでパッケージを購入するたびにってなっている通り、課金額が多ければ多いほど、このサーバーギフトレベルって高いんですよと。はい。で、ここが
まあ、高いだとか、あと、もうコンスタントに増え続ける。そんなサーバーって、手こ入れする必要がないので、多分マージしないんですよ。で、うちのサーバーは、そう、課金者が多いので、多分マージしないんですよ。はい。ということで、うちのサーバーはですね、サーバーギフトレベル15ということで、多分これまあまあ高い方なんじゃないかなって思ってます。まあ他のサーバーのことがね、あんまりわからないので、はい。私のね、サーバーの情報を公開することで、はい、皆さんがね、比較できたらいいかなと思って。そう、前取り上げようと思ったんですけど、たまたまこの宝箱が出てる時じゃないと見ることできないんでね。はい、こんな感じです。和樹さんやば。うちのサーバーギフトレベル26でめちゃくちゃすごい。まあでも、そうか、でも和樹さんのサーバーはね、うちよりも、1000桁ぐらい早いから、1000桁は早くないか？ 4、500？ はい、1186のサーバーなんですけど。メロコックさん、うちは11。えメロコックさんのサーバーの11のほとんどメロコックさん説がないですか？大丈夫なやつですか？てかね、メロコックさんのサーバーって多分うちのサーバーより若いはずですよね。なのに、そんなに行くんですね。夏キングさん18。はい。うちのサーバーは、1000、1186でございます。1186サーバーレベル15と、サーバーギフトレベル15ということで、はい。そう、月日がね、経てば経つほど、その王のパーティーのね、開催回数が変わってくるので、まあもちろん変動があるとは思うものの、そう、この上下がね、マージの対象にかなり関わってるんじゃないかなって私は思ってます。島流しさん9です。ああ、うちより少ないところがあった。島流しさんのサーバーちょっと近かった気がする。でも、うちより若いサーバーだった気がする。なんかもう楽じゃないさん。数日前にゲーム始めて450日になりましたが、サーバーギフトレベル9です。数日前に始めてゲーム始め、あ、数日前にゲーム始めて450日。はじ、始まってからちょっと経ってから的なことなのかな。450日。うちのサーバー、ちょっと待ってよ。私もログイン日数のやつがこう見ればいいや。840日ですね。840日だから、猫も楽じゃないさんのサーバーは、まあまあいいペースな気がするな。島流さん1600台です。1600台1600台で9はすごいんじゃないのか？はい。ぜひね、お近くのサーバーとね、比べてみると、もし、お知り合いがね、いたりとかしたら、はい、比べてみるとおもろいと思います。クラスのみんなには内緒だよ。もうちょっと、メロンホークさん内緒になってなさそうな気がする。あ、見逃してた。サータモンさん、富山さん、うちのサーバーでも赤い範囲あったみたいです。私は通勤の電車にいたので、そんなもんかとスルーしてましたが。神さん、JAL さんのサーバーより100ほど若いけど、15の前半ですね。はい。まあ、15の前半、やっぱでもまあ同じぐらいなんですかね。そう、どんなもんなんだろう。あれでも神さんのサーバーって、マージしてましたっけ？いや、そう、ちなみに、そう、今ね、マージの話をちょっとしていますが、大体、オールスターシーズンが終わった後に、マージのシーズンになるんですよ。はい。で、ちょうど、今回のオールスターが、始まるのが、オールスターのその本戦ですね。始まるのが5月の10日が、予選、5月の17準決勝、18が決勝という、まあ、このスケジュール感になっているんですけども、この5月の19の週と5月の26の週、おそらくね、この2週間は何もないなぎ期間になるんじゃないかなっていうのをちょっと思っていますと。ただこの2週間で、おそらくサーバーマージがあるんじゃないかなと。
なので、まあ大体ね、月曜か火曜に発表されるので、5月の19、5月の26、この辺にね、サーバーマジーが2週間連続来るんじゃないかなっていうのをちょっと思っていますと。で、6月の第1週から文明の衝突のシーズンが丸々1ヶ月あるやつが来るんじゃないかなと。で、文明の衝突の途中で、計50のアンロックっていうようになるんじゃないかなっていうのを予想してますかね。説明が変でしたね。日本語レベルは2かな。いや、打ち間違いとかもあるので大丈夫です、大丈夫です。はい、この実績の450日に数日前になったっていうことですよね。そう、私がパッと読めなくて失礼しました。そう、この文明の大建物、ここが450になったのが数日前なんだなっていうのがちゃんと伝わったんで大丈夫です、大丈夫です。神さんしてないです。あ、してないんですね。いやでもそう、多分私のサーバーと同じぐらいのサーバーギフトレベルだとやっぱしてないんじゃないかなって思っちゃう。カードパックゲットした。あ、カードパックゲットしました。あ、カード今日開封してないんだ。カード開封しよう。いや、カードもね、もうなかなか、全部のね、シリーズ集めたんですけども、あのなかなかこのダイヤモンドにならなくて、大変ですよね。で、今のね、さすがにこの小さいサーバーになったら、B21、B20 はね、倒すことができないので、はい、この1ヶ月はね、ちょっとカードパックスーパーレアはね、ゲットできない期間ですかね。何の話したんだっけ忘れてた。思い出した。そう、お知らせ、振り返ったらいろいろ出てきましたということで、あったあったあった、これ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 。はい。新バージョン機能更新について、はい。名称召喚排出内容の調整みたいなやつ。これはね、まあ、なんだ、課金パッケージのやつから、酒場で出るようになったようなやつは出なくなるよっていうことのように思われますということで、まあこれは私には関係ないですけれども、こういうね、新陳代謝してくれるのはいいですねというところ、あと、王城のね、はい、絵が、まあ綺麗になりましたよというところですね。はい、これ、たまたまね、私木曜日に見たらもう変わっていましたけれども、はい、これね、王城綺麗になっているのですが、なんか残念ながら、あれから、PC からだとうまく見えませんでした。はい。で、今日一番ね、話したかったのは、この最終リワードの追加ですね。はい。レベルが高いボスを倒すことによってゲットできるハンターギフト、ハンターサプライズギフトみたいなやつがね、前増えましたけれども、ついにタイルギフトが増えましたということで、毎日1日1個ですね。はい。これもなんかね、金曜日からあたかも増えたようになってますけども、木曜日フライングでゲットできましたね。木曜日っていうか、まあリセット前、リセット直前。大体ね、エボニーって昼の12時に更新入るんですよ。だから12時から4時までの間に1個追加でね、ゲットできました。ということで、はい、レベル15やレベル16の、資源拠点から、収穫祝いギフトがゲットできますということで、これね、今貯めてあるので、せっかくなんでね、引こうかなと思いますと。はい。で、一番最後のやつ、これがね、最高に素晴らしいですね。行軍画面で軍事戦術を変更すると、兵力数がリセットされる問題を最適化しましたということで、そうなんです。これ、軍事戦術変更すると、なんか知んないけど、レイヤーとかの兵がね、おかしくなるやつがあったんですけど、これが、バグだと思うんですけど、最適化しましたとか言ってるけど、まあ、バグだったはずなんで、はい、これ直してくれましたと。で、あと、あのーこの一番下のこれですね、資源を収集する際に行軍画面に入ると、システム推奨の変態はデフォルトで軍事戦術を選択しません。必要に応じて手動で選択できますということで、そうなんです。これ、タイルに出すときに、なんか知んないけど、軍事戦術勝手に選ばれてるんですよと。あれがだるくて、ね、騎兵でモンハンがしたいのに、騎兵戦術が、タイルに出しちゃったっていうのを私かなりやってたんですけど、それがね、起こらなくなりましたということで、これ素晴らしい変更ですね。はい。ということで、
まあ、ちょっとずつね、UI をね、良くしてくださってるようですね、ということですかね。はい。その他のところは、大した、大きな違いはね、ないかなっていうところです。あ、1個あるとしたら、この覇王ベッキパッケージというやつ。はい。これね、結構人気なパッケージがね、出てますね、ということで、どれだあ、忘れないうちに。はい。ドラゴンの戦争ルーレット。はい。今回のドラゴンの戦争ルーレットは、1日1回ね、無料で弾けるやつなんで、皆さん忘れずに弾きましょうねと。はい。もし、万が一何パーセント何パーセントだい？ 0.16%。これさ、プレミアムドラゴンコイン300当たるよりもこっちで出た方が嬉しいよな。龍門とか宝箱。この 0.16% で龍門宝箱。これをね、引くと、ドラゴンがゲットできます。はい、逆に言うと、ジャワザール、ファーゾルト、ラジアントビルム。この辺のね、ドラゴンが欲しいよっていう人は、これ頑張り時ですということで、そう、なかなかね、来ない、久しぶりに来るイベントですね。このドラゴン戦争ルーレット。はい、新しいドラゴンがもらえますので、はい、こちら。ドラゴン欲しいっていう方は、はい、今回がね、久しぶりのタイミングでございます。島流さん、私は425日ログインしてます。若い。若い。私もう850なのに。メロコックさん、ローキックすれば当たるか。ローキックすれば当たるか。ネコも楽じゃないさ。無課金でドラゴンゲットした人いるのかなあ、なんかね、X でそんな投稿を見かけた気がするんですけど、オルトで当たったみたいな投稿だったような気がするな。はい、超レアのね、スキンが当たるとかいう話とか、前回ね、ヘイラーが当たりました話とかもね、あったりとか、したので、一応ね、確率通りではあるっぽいので、はい、当たる人はね、当たるかもしれないなとは思ってます。はい、私も欲しいな。はい。あ、貴重なケルベロス出しておこう。このサーバーでね、モンハンなかなかね、しないんでね。よいしょ。ヘカテを当てたい。ヘカテね。ヘカテも重要ですね。はい。ということで、なんか、絶対ダメ。さて、なんだっけな何の話をしようと思ったんだっけ通常のイベントのところはいいや。はい。なんか文明の旅、最近新しいやつが出ないですね。前はなんか頻繁に新しいやつが出てきましたけど、今回はね、カピバラ公園のままですね。ちなみに引き換えストアからは残念ながらプラネタリウムはまたいないようですね。うん。なんで消しちゃうのどういうことなの？はい。で、こっちはいいとして、ヘカテの式典ね。はい、これ、これ今日までなので、イベント終了ね、する前に忘れずに引きましょうというところですかね。で、あとヘカテの月相ですね。これヘカテの月相さ、敵強くなりました？私いつも、最初の選択は一番戦力が多いやつに選択して、対戦相手は工場兵器を選んで、で、バフは真ん中を選択して、ラムネを使って倒すことができてたのになんか今回負けて、なんでやろうってなってます。なんか強くなってない？気のせいかな？まあ一応ね、昨日モンハンだったこともあって、たくさん、殴りましたので、このね、マリア・テレジャーのかけらは25個、交換することができましたということで、このヘカテイベント、あと1回か2回ね、1回は無理か、あと2回来たら、このマリア・テレジアの星5にすることができそうですというところで、はい、ヘカテのゲストをね、安定してきてくれて嬉しいでございますと。はい、願わくばね、各パン5とかは無傷で倒せるようになりたいな。あとヒドラ4ね。ヒドラ4さ、私、ラリーだったら無傷なんですけど、一人で殴ると傷がつく。だから同盟レイド、ラリーバフじゃないと
無傷にならなくて。まあね、あとちょっとなんですよね。あとちょっと火力上げたいですね。はい、あと失われた秘宝ですね。はい、これはまあ、期間がね、ちょっと長めです。はい、いつもより期間が長めで、次のスピードアップの還元が始まるぐらいまでは続くのかな。はい、こちらの、はい、イベントも毎日ね、このコインが、資源採集とかタイルでもらえるようになってますので、はい、毎日ね、10個集めましょうと。なんか1日だけね、集まんなくて、私通常より 4つぐらい少ないんですよね。はい。まあ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 、まあ、ただでもらえるものなんでね、忘れずにゲットしましょうと。はい、あと久しぶりに来ましたね。久しぶりじゃないか。1ヶ月に1回ぐらいかな。はい、またね、釣りが来ましたねということで、私ね、もうすでに図鑑コンプリートしました。はい。いつもね、最終日近くになってめんどくさい思いをするので、もう先に終わらせました。はい。もう、慣れましたね。かなり釣りイベントも来てるので、もうスマホでちょっと頑張れば全部集まるなと。一番重要なのはね、やっぱり、このすべてのアイテムを使って、とりあえず450まで潜って、どの、このレアアイテムが出るか。450になるとね、この金色の宝箱が出てくるようになるんで、どれが出るかなっていうのを確認して、はい、望みのやつがあるんだったら、ちゃんと、その回は、しっかりこの金の宝箱をゲットするまで頑張り続ける。ってやってると、図鑑はね、おのずとクリアできるかなということで、はい、ポセイドンの怒りね、はい、また、溜まりましたということで、まあ、このね、図鑑コンプリート報酬が美味しいんで、はい、まあ、釣りは、正直、このね、ランキングを別に頑張らなければ、はい、もう私今回は20位以内にならなくていいやって気軽にやってるので、はい、もうあとはなんか気が向いた時にやろうっていうので、はい、今回のイベントは終了しようと思います。もうほぼ卒業です。はい。もう釣りは図鑑コンプリートしないことないな。だいぶ慣れたわ。あ、これ餌出るかな。餌出てたら8、8やろう。猫も楽じゃないさん、1年分のラッキーポイント、を使ってもトラウマ当たらなそう。そうですね。0.16% はなかなか当たらないですよね。メルコックさんすごい。いや、まあもうこれはもうね、慣れです。慣れというか、もうある程度やったらもう、技術とかじゃないんで、デメ運です、デメ運。あ、なんかすげえ適当にやりすぎた。スマホは楽なんですけどね、PG だと勝手が違うんで、PC は PC でね、動きが早いんで、この脇に行くのが早いのはね、ちょっといいですよね。はい。PC だったら、この壁際に張り付き作戦。あ、失敗した。まあ、いっか。もう終わろう。でもこれもね、星2以上のやつを取ればもうとりあえずいいかなってなるんで。あ、でもちょっと浅すぎたな。全然ない。星2がない。星がない。カジキだ。関係ないです。そっちだ。カジキだ。カジキだ。あ、関係ないです。そっちだ。人で取り忘れた。クラゲ。はい、2回だけミスりましたね。あ、2回じゃない、1回かも。はい、ということで。はい、まあこんな感じで、この怪人の日のイベントは適当に、頑張ろうかなと、最終日まで、ぬるぬるっと、2時間ぐらいに1回ね、この8ってやろうかなって思ってます。はい、卒業嬉しいです。和樹さん、釣りとマヤ同時に来るのめんどくさい。あ、そうそう、マヤもね、マヤも来ましたね。はい、マヤも今回も、もう先に終わらせました。はい、ということで、はい、今回もね、ハラペーニョさん11,300ということで、はい、これもね、まあ以前の配信でね、やった通り、はい、いつもと同じくリセマラをね、繰り返して、今回もまあ2時間ぐらいかな。2時間ぐらいね、適当に、動画見ながら、プレイして、はい、完了しましたということで、もうね、私、カエサル
覚醒してるんで不要なんですけれども、まあ、もらえるリワードはもらうよねということではい、11300取ったから十分かなと思って、はい、これからね、抜かれようがもう、頑張る気はないんですけども、はい、きっちりね、はい、今回も稼がせていただきましたということで、うちのね、サーバーはね、そんなに頑張る勢がいないんでね、すごく、なんていうか、狙い目なんですよね。はい。なんかそんなに頑張らず、最大の、利益がね、もらえるので、マヤはね、比較的嬉しいです。ちょっと面倒だけど、2時間ね、2時間ぐらい時間を使うのが面倒なんですけれども、はい。今回も、11,300なんで、はい、これでフィニッシュです。はい。2位になっても別に悔しくもなんともない。さあ、タモさん、基本は同盟内、たまに以前の仲間や優勝者。同盟エリアの近くに遺跡開いた人が譲ってくれた時にも花を送りました。花ですね。なんか、そう、別にね、なんか頑張った人に送りゃいいのに、ね、まあ、嫉妬する人がいるんですよ。和樹さん、前は最初トップにいると抜かしてきそうな人がいるので、最後の日に一気にやります。なるほどね。いや、もう私はもう抜いてみろスタイルで抜いてみろスタイルで1に君臨します。花束チェック頑張るのに釣りは。うちのサーバーはね、釣りもマヤもなんか、多分ね、金で解決するイベントはみんな頑張るんですけど、金じゃないじゃないですか、マヤとかって。釣りも。そういうのね、みんな頑張らないんですよね。はい。狙い目です。非常にありがたい。はい。で、みんな大好き美食館にまでね、今回も来ましたねということで、はい。私はね、同盟を移動することが分かっていたので、移動してからね、一気にアイテムを消費しましたということで、はい。一応5位にいるかな。はい。5位じゃダメなんだけどね。でも結局多分3位にはなれないからな。まあこんなもんでしょう。ひとまず、リワードがね、まあもらえるからいいかなというところで。はい。残念ながらね、私まだ 1.1K ポイントしかないので、はい。でも自分の階級17だな。みんなそんなやってない。まだ交換してないだけだよね。はい。まあ、ビショップカーニバルのね、一番重要なポイントは、この最後のね、日に、アイテムがいっぱいもらえるところなんでね、はい。楽しみにしています。で、たびたび今日話題が出ているグローリーアリーナですね。個人ランク32まで下がった。もう下がってたわ。はい。これも、まあ、10位以内はね、うちのサーバーで入るのはそもそも難しいので、なるべくね、その30以内、毎日30以内に、入れるといいなということで、このデイリーリワードね、30以内を目指して、で、最後も30以内に、なるような、タイミングで、はい。以前からお伝えの通り、このリセット間際とかのね、タイミングに駆け上がるっていうのがおすすめです。はい。私もね、そんな勝てないんですけども、まあ、単純に、当たり障りがない相手を選んで、トラブルにならないように、やっておりますという感じでございます。グローリーアリーナは、なんかめんどくさそうなんで、そこそこです。はい。星アートのグレースもね、来ましたねということで、毎日無料の星アートコインもらうのを忘れずにと。で、私、この、共鳴成果ってやつ、前回当たったんですよ。で、もしかして私が育てたエレクトラを他のやつに引き継ぐっていうのもワンチャンあるのかなと思ったんですけど、この共鳴成果100ないと、ね、できないみたいで、結局やっぱ関係ねえじゃんってなりました。はい。あのーまだ別のアイテムもらった方が良かった説まであるんですけれども、はい。いつかね、もっとたくさん配られるようになるといいなって思ってます。はい。ということで、まあ、これもね、まだイベント期間ありますけれども、忘れずに引きましょうというところ。はい。また、巨人のね、チェーンの新値ができましたね。これもね、最近、たまにというか結構な頻度でね、来るようになって嬉しいですね。今回は調子よくて、いつもね、配信するタイミングって大体多分ステージ3ぐらいなんですよ。もう緑色の1個が出ねーってなってるんですけど、今回は緑色すぐ出てくれたんで、今の時点でステージ4にいますね。ありがたいことです。はい。で、ステージ4は、ヒントが多いので、だいぶ優しいですよね。と言いつつ、
ッケーオッケー。あ、なんか PC でやるとピコンとかなるんだ。で、これもう隠してるでしょ？この辺この辺ないや。まあでも、あとはこの、もう4つが入るのね、もうここしかないから、ここか、ここしかないから、あとここか。うん。まあまあまあ、もうクリアだわ。はい。ということで、はい。巨人の知恵のシーンでね、今回はステージ3まで、2周目のステージ3までいけるんじゃないかというところでちょっと楽しみにしてます。メロコックさん、あれ100ナイトでしたか？いや、そうなんですよ。これね、いくつなのかなと思って、ただいくつなのかなって見ようと思った時に、こっからなんかあんまりわからなくて、選んでも、なんか、ギリギリまで出てこなくてわかんなかったから、エボニーウィキさんを見に行ったら100って書いてました。はい。なので、もう無理だなと無理だなってなりました。はい。なんとなんだはい。今週ね、サーバー戦争の週ですね。ということで、今はね、サーバー版 O の対決が来ていますということで、今回はね、私、いつもね、資源採集は結構ガチで頑張るというか、まあ、大体タイルに出してね、放置をしているんですけども、今回は、あんまりじゃねあれをやっていて、蛮族か。はい、蛮族とかをやっていて、スタートダッシュがね、できてないので、はい、寝る前とかね、たくさん出して、追いつこうかなと思います。まあ、なんだかんだきっと3位以内にはいけるんじゃないかなと勝手に踏んでおります。はい。というところで、今回もね、サーバー版オンの対決やっていきましょうということで、今回の相手が1308たす1364の合併サーバーになっているんですよね。マージ済みサーバーで、まだ見てないけど強そうな気がして、まあそもそも、私今回は、もう資源がね、計算上カツカツなので、あのー必要以上の損失を出したくないなと。あのー回復に資源を使いたくないし、スピードアップも使いたくない。もうスピードアップは BOC に、全振りしようと思ってるので、はい、サーバー戦争はね、今回もその次もスルーしようかなと思ってます。ていうか、それをスルーしても OK なように捕虜、蓄え済みなんで、はい、たくさんね、捕虜も集めてあるので、もうしばらくね、サーバー戦争参加しなくていいかなって思ってます。はい、ということで、余計なね、持ち出しにならないように、サーバー戦争はちょっと今回もね、スルーしようかなというところで、王の対決だけ頑張ります。はい、ちなみに、先週ね、ランクコンテストが来なかったじゃないですかと、まあ、マジふざけてましたよね。はい。ただまあ、一応来週、ランクコンテストが来るかもしれない。はい。もう頼むから来てくれって感じなんですけど。なので、私ね、まだこの騎士の試練やってません。はい。一たりとも上げてません。ランクコンテストの初日が将軍育成来る可能性があるので、その将軍育成が来た時に、アレスの血がポイントになるのを分かっているので、はい。この騎士の試練は来週の月曜日、はい。リセット後に、まあ、ランクコンテストがね、来ようが来まいが、最終日にやろうかなと思っていますということで、まだね、もし騎士の試練やってないよっていう方は、一応来週の月曜日がね、狙い目ですというところをお伝えしておきます。まあ、ランクコンテストね、来ないかもしれないんで、もう信じらんないんですけれども。はい、来た時のね、ワンチャンにかけて、私は別に、まあ、急がないかと。今からね、私が上げるやつって大体ディフェンスに効くやつばっかりで、火力に効くやつはないので、はい、来週まで待とうかなと思ってます。はい、その他、はい、王座争奪戦ね、はい、絵が綺麗になりましたね、というとこと、オートのね、絵が、PC からもちゃんと綺麗に見えるやん。はい、こちらね、いろんなものが、見やすくなっております。はい。なんか、見た目いいですよね。あと、効果とかもなんか見れるようになって、ちょっとアニメ風な感じになってるけれども。はい。王座争奪戦ね。ここが常設になったようで、ここから、こんな感じで画像が見れるようになりました。歴代の王とかね、征服者とか、はい、チェックできるようです。
はい。まあ、私はもう王とは関係がなさそうなんでいいかな。はい。その他は、いつも通りですかね。はい。今回も、はい、水曜の怒りが来てますね、ぐらいで。で、はい、この辺の激得イベントもね、消費還元イベント、今回は、資源の消費還元が来ていますということで、私は20、35、35、35の達成を目指して頑張りますというところですかね。はい。で、残念ながら、戦術研究の、還元がね、来なくて、くっそかっていう感じなんですけども、はい、今週の金曜日、何が来るかですかね。その、一週間先送りになって戦術研究が来るのか、それとも戦術研究なかったことにして装備製造が来るのか、どっちかなって。過去の経験上、なかったことになって次のイベントがね、来た気がするんですけども、戦術研究来てほしいなって思ってます。はい、そんな感じ。はい。あと、超お得な育成ね。超お得な育成は、残念ながら、もうドラゴンの育成にしか効きません。はい。真珠に効くやつはいつ来るんですかね。はい。これも残念ですが、はい。今回もドラゴンだけでした。はい。まあ、ちょうどね、今日、ケルティックデーモンのレベルが17になりました。やったぜ。これもね、はい。BOC までにオールスターのこの予選までに、レベル17にしたいなと思っていたんで、ちょうどね、上げることが間に合ってよかったなという感じなんですけども、はい、これもね、部隊定員がね、1% 増えるし、火力も5%増えるということで、まあ、このちょっとのね、違いかもしれないけど、やっぱこの積み重ねがね、エボニーなんで、はい、なんとか、間に合わせることができましたね。はい、レベル17になりました。戦力も 1.9M ということで、はい、だいぶドラゴンさんもお強くなってきましたね。はい。ファフとかはね、まだなんですけれども。あと一応ね、テーベ。テーベがまだレベル14なんですけども、もう秒読みなんで、はい。BOC までにはね、テーベも、レベル上がるかなと思っています。そう、ノルウェーリッチに比べて、もうなんかテーベの大食いさよ。ね、もう足らなくてきつくてしょうがない。島流さん、1051と当たりました。終わりました。終わりました。やばい。1051って、あれ ?APX の同盟か？ APX のサーバーか？ APX、シャロン勝ったところ、1132違ったの。1051。でも、あれですね、島流さんのサーバーだと、だいぶ、その、島流さんのサーバーから見たら、イニシエのサーバーだからちょっときつそうですね、確かに。さあ、タモンさん、為替が連動してればもう少し詰めるんだけどな。為替なんか、おかしいですからね。北方の侵略者。はい、なんだっけ。はい、まあ、超お得な育成ね、残念ながら、来ませんでした。はい、あとね、久しぶりにレーダース技能書パッケージが来てますね。これね、もう本当に、超上位勢御用達。部隊を率いる際に敵の射撃兵の攻撃力が15%ダウンしますということで、はい、この、市長とかにつけるやつかな。はい、追加デバフがかけられるやつですかね。はい。これすごいですよね。デバフ技能書がね、はい、あるんですけども、これ、ランダムなんですよ。で、赤いやつなんて出る確率0.83%。これ、えぐいですよね。はい。これ、こだわり始めたら、めちゃくちゃきつそうなんですけれども、はい。っていう、この、激きつパッケージがまた久しぶりに販売してますからね。で、ドラゴンの戦争ルーレット。はい。これね、毎日一回無料で弾けるんで。で、そう、さっき話そうと思って忘れてました。これね、人気のやつですよね。この、覇王ベッキってやつ。こっから見れないんだ。降雨、あるいは、読めない、なんか虎っぽい姫。ね、これ、有名なというか、人気なアイコンですよね。こっから見に行こう。
将軍じゃない、コレクション。あれこれじゃないな。将軍じゃないと思ったけど。どこだどこだ肖像の飾りじゃないよね。画像変更あ、画像変更だ。この方ですね。はい。なんちゃら姫。はい。この、こうか、なんちゃら姫。はい。これ、多分人気ですよね。これにしてる人多いかなと思うんですけども、この、はい。人気のね、この君主の肖像が、なんか久しぶりに復活してるなっていうところで、はい。なかなかね、見つけづらいとか気づきづらいところかなと思うので、なんかたまに質問されたりするんで、はい。ここから買おうべきパッケージとかいうね、やつからね、ゲットできるみたいですね。はい、そんなところかな。なんか喋るべきところは喋った。はい、あと達人を目指す旅ね、いつものぬるい活躍度120クリアしたら全ポイントがもらえる。これの一番の敵は忘れちゃうこと。毎日ね、120稼いだら忘れずにこのチャレンジクエストね、ゲットしましょうねということで、毎日やってればね、今日で25になってると思います。はい、まあここはまあ難しいとこないでしょう。はい。その他私まだリワードやってないやつはね、後でやることにしよう。はい。そんなところかな。今日話さなきゃなと思っていたところは、一通り喋ることができたはずなので、最後にタイル箱を開けて終わろうかなと思います。シャムナワシさん、サーバー全体合わせてもやっと200B かどうかなのに、200B 同盟プラス計40先すぎる。絶対無理なやつだ。200B 同盟。えぐい。もうほんと、サーバー戦争も難しいですよね。バランスがいい相手なんていなくて。よいしょ。もう最近はそう、もう K43、K44 が当たり前になっていて、なかなか、なんか参加して死んでもなーみたいな。はい、うちのサーバーね、当然、大幅ネガティブ出しても、KOS 対象になるので、はい、その週はね、キルイベントになったりとかするので、結構ね、危ないんですよね。だから、なんかもうよっぽど勝ってて、うちのサーバーがよっぽど勝ってるとかそういう状況じゃない限りは、なかなか参戦しづらくて、大体ネガティブスタートで始まるんですよ。で、ネガティブスタートになると、ネガティブ出すと、チェックが厳しくなるんですよ。ね。参加すんのやめとこうってなりますよね。そんなところで。はい。ハンターボックスが星がね、ついてる青い箱。タイルボックス。こっちは、緑色の丸い水玉箱。はい。ということで、この収穫祝いギフト、高レベル資源拠点の最終が完了する際に、各的1日のドロップ上限があります。1日1個ね。開いた確率で全てのアイテムが入手できますということで、こちらを今日開いていこうかなと思います。計45毎回いる。いやー、そう、こっちも強くと相手も強くなるじゃないですかと。で、こっちの強くなるペースに私別に追いつけないからうちのサーバーもね、K44 が3人も増えちゃったんですよね。はい。だから相手もやっぱ K44 とか45が出てくるんだろうなと思っていて。無理無理、吹き飛んじゃう、吹き飛んじゃう。はい。ということで、収穫祝いギフト。これね、素晴らしいですね。はい。まず、このね、確率表記すんげえわかりづらいんですけど、要は、この箱を開けると、この100%ってなってるやつね、これ、100%なんで当然もらえます。なので、開けた時点で、強化石100、アレースの地の結晶3、安全資源ウルトラレア箱に、秘宝ボックスに、ジュエリーネックスに、このみんな大好きジュエリーネックス。はい。ネックレスがね、めっちゃ、配られるようになりましたね。まあ、レベル解放で28大変すぎましたよね。もうなかなかいかないなと思ったんですけど、これ手こ入れが来ました。ジュエリーネックレス。はい。あと、ウルトラドラゴン、ウルトラドラゴンコインもね、ついに配り始めますね。これもね、餌枠削られるにもかかわらず、これ課金しないとゲットができないから、もう単純に
餌あげる機会奪われてたんですけど、ついにね、配られるようになりましたねということで、まあもちろん10%なんですけれども、10%の確率で5個手に入る。はい、ということで、まあちょっとね、あの運に左右されますが、まあ、ゲットできたら美味しいですよねと。まあ、もともと手に入るアイテムじゃなかったので、単純に嬉しいですと。で、さらに5%。5%の確率はなかなか引けないかもしれないですけど、ジュエリーネックレスが10も入ってるよということで、はい、必ず毎回2もらえるんだけど、運が良かったらね、10個追加で入ってくるということで、はい、この10%や5%を運よく引けると、このね、すべてのラインナップがゲットできるというようなことで、まあ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 、単純に嬉しいですよね。秘宝ボックスとか配ってくれるのめっちゃ嬉しいし。はい。ありがたいですね。アレースの地の結晶がなかなか集まりづらかったんですけども、ついに結構緩和されましたね。太古の遺跡からも出るようになったこともありますし。はい。今、ね、よく火曜日と水曜日に来る水曜のやつ、あれでもね、アレースの地って結構もらえるので、はい。昔よりね、アレースの地が集まりやすくなったなっていうのはちょっと実感してますかね。はい。ということで、これをね、最後に引いて終わろうかなと思います。ちょうど12時ですし。夏キングさん、SBS ランキングでマッチングに関係、はい、ありますね。ポイント近いところですね。和樹さん書いてくださってる通り。そりゃ強い相手になるはずだ。2桁大順位なんで。いや、そりゃ、そう、SBS のランキングはね、そう、SBS のそう、ちょうどポイント近いとこと当たってますよ。はい、私、大体ポイント隣の人、次の順位とかのとことね、当たってるのが多かったなっていう印象です。最近あんまチェックしてないですけど。はい、ということで、タイル箱ね、金、土、日、月、火の5日、プラス、金曜日のリセット前にゲットしたもので6個。はい。今ね、多分最大で6個ゲットできてると思いますということで、まあ、運よくね、ゲットできてしてた人は、6個ゲットできてるのかなということで、この6個ね、開けていこうと思います。ウルトラドラゴンコイン来てくれ。頼む、ゴー。引かないんかい。あ、でも、6個開けて、ジュエリーネックレス、本来は12個しか手に入らないんで、5%のジュエリーネックレス引いてますね。やったぜ。はい、ということで、毎日、このね、タイル箱からこんな感じでアイテムがゲットできますということで、めちゃくちゃ美味しいですね。はい。ただ、いつもの定常プレイでタイルに出してるだけで、追加のリワードがもらえるよということで、はい、どんどんね、あの手この手で手こ入れをしているエボニーということですかね。はい。まあ、皆まで言うまい。はい。引き離されすぎないように頑張らなきゃなというところで、はい、K39 にね、今着工してますけれども、私は一応ね、来週の金曜日、4月の18日からまたスピードアップの還元が来ますと。で、スピードアップの還元の、次の週かな。4月の21の週のサーバー版オンの対決。このタイミングで建設のね、タイミングでこの K39 を完了させようと思っています。はい、ということで、今月中にはね、再来週か。再来週には K39 になってるということで、まあ多分ね、次の配信の時はまだ、着工中な感じがしますけれども、はい。やっとね、K40 が見える直前のところまでね、たどり着くかなというところで、はい、K39 になったところで、K50 解放かなというところで、なかなか、はい、先は長いですが、いろんなものがね、緩和しているところは嬉しいところではあるので、はい、引き続きね、引き離されないように頑張っていこうかなと思います。はい。次ね、K49 に上がったら、もう、すぐ部隊定員と軍権上げますんで、どんどんバフを上げていくぞ、ということで、今回のね、コンスタの、結果みたいなところは、はい、また来週以降の、配信でね、
この1ヶ月間はコンスタの振り返りというか、まあ、結果どうだったよみたいなところはね、共有しながらやっていけたらなと思います。和樹さん、今回26位分離れてる。そんな離れてることあるんだ。島流しさん、K50 はバフ1万ぐらいいきそう。そうですね。K40 から45になった時に、もう何千って上がりましたよね。2000、3000ぐらいバフ上がったのかな。その感覚で言うと、1万ぐらい到達そうですよね。はい、もうそこまで行くと、いよいよ、もう SVS とか、戦場はやれないなっていう感じがしてきますね。はい、ランクコンテストみたいな、白レベル別のイベントを作ってほしくなりますね。はい。まあまあ、そんなところで、今日は、なんだかんだ、結局1時間半配信してしまいましたが、このところでおしまいにしようかな。はい。今週のね、はい、資源還元イベントは、育成がね、建設とか兵の作成がね、めちゃくちゃ進む非常にいい機会なので、しっかりね、皆さん育成頑張って、はい、もう計50待ったなしなのでね、なんでしょう、引き離されないすぎないようにみんな頑張りましょうというところで、はい、また、次回までには、ちょっと喉が治ったらいいなと思います。はい。ということで、本日も、配信ね、皆さん来てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価をして、また来週火曜日に配信を予定してますので、よかったらそのタイミングでお会いしましょう。またね、今日みたいに遅れる日は、遅れるときは、もうなるべく早めにね、今日みたいに枠を早めに立てて、10時半からですってコメントとかもするようにしますので、はい。時間がちょっとずれちゃうかもしれませんが、一応来週火曜日また配信予定ですので、よかったら遊びに来てください。それでは今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。おつじゃる様でした。